看摄像头，身份证在绿色刷卡区。今日はここら辺、ここの町で過ごして、明日かな、ベトナムに渡るのは、何があるかちょっと見てみる。本当にめちゃめちゃ人いるな。ちょっと微妙に雨降ってますけど、まあなんか木がもじゃもじゃしてます。ベトナム感ちょっとありますね。ここからどうしようか。ホテルは一応決めたんですけど、どうやって行くかという問題があるわけです。普通にタクシー呼んだら来るかな、使えるかな。結局オンラインで呼べそうにないので、そこら辺にタクシーちょっと値段上がりますけど乗ることにします。就是槟榔路走到那个有个沅江对吧？红河。对，就走到底。那么要么你们重新做一张嘛，行不行？那没事，做好了就做好了，你随便说一下吧。他也刚刚上车才打表的嘛，对不对？这个主要是不要你双重收费就行了。初めてWeChat を使ってホテルを予約したので、これがちょっと入れるかどうか、ちゃんとたまに外国人入れないよっていうのがあるらしいので、それだけが心配ですね。でめちゃめちゃ川沿いにあります。多分もうあっち側がベトナムなのかな。すごいな、国境ですね。ちょっととりあえずチェックインしましょう。没有单人房的，就是那种一个人的。单间有啊。有。有。有。那就可以换到那个吗？直接把它退掉也行，因为它有那个中介费的，我要少3点几元，你直接把它退掉，直接付我那个单间的钱，这样子我就能多挣一点，多挣3块钱。部屋に着きました。なんというか、割と口コミ見る限り綺麗な部屋だと思ってたのに、トイレは和式だし、別に汚くはないけど、なんか全然綺麗でもない。昼時ももう過ぎそうなので、そろそろご飯でも食べて、昨日の余りもあるので、それも温めてもらって、
ちらっと観光しに行こうかなと思います。おお、釣り人がいます。なんか釣れるんでしょう。確かに岸が迫ってるから何か釣れるのかな。鈴つけてるところ見ると餌を落としてる感じだな。好吧，你帮我炒一下。好，然后それ通るわ。料理してもらいました。虫、竹虫となんかの虫ですね。まあ蚕って言ってたかな。ちょっとわかんないですけど。あと昨日の残りのチャーハンと昨日残りのきのこ汁と、あとはスープを作ってもらいました。めっちゃ料理うまそう。食べます。これこんなに食べて大丈夫なのかっていうぐらい虫がいますね。かつてないほどの虫。味めっちゃうまい。めっちゃ味染み込んでる。このでかい方の虫も悪くないですね。ナンバーワンは竹虫。相変わらずうまい。安定のうまさ。あそこに見えるのが明日多分渡るであろう橋ですね。ここも渡れるのかどうか。多分一般人は渡らないんでしょうね。レストランに行ってます。説明しよう。旧駅舎が見えてきました。川口駅ですね。この下普通にレストランですね。きのこ鍋やってます。ポルチーニ火鍋。結構いい感じのところですね。高そう。この外観だけ残されてる感じですかね。明らかにでも当時使ってなかった時計と当時多分書かれてなかったであろう文字ですよね。なんとなくですけど、観光用に改築されたんでしょうかね。市場が見えたので、ここの市場見ております。農産物市場ですね。啊，我看一下，这折耳根的根是吧？啊，折耳根对。这你们都是怎么吃的？这个凉拌啊，凉拌吃啊？哦。拌你老干妈都是拌才好吃。哦，这样子啊。めちゃめちゃドクダミの根っこ、ここも売ってますね。
吃啦？没有毛里胡了，栽培物。你知道毛里胡了，自己开刀啊。本当に美味しいのかな。ちょっと、美味しい想像ができないんですね。こんな感じでめちゃめちゃでかい建物です。周りはこんな感じです。これ今日行ったら戻ってこれるかな。これ今日行ったら戻ってこれるかな。今緊急で動画回してるんですけど、めちゃめちゃ思いつきで、そういえば中国とベトナムどっちもビザなしじゃんって思って、じゃあ適当に行き来してもいいんじゃねっていう感じのノリで、ホテルに荷物置いたまま中国国境出ました。だからベトナムに入ろうと思います。本当に橋一本でつながってるんですね。すごいなこれは。こちらがベトナム側の入国審査の場所ですよね。完全に一つ橋を渡っただけで、なんだか建築の感じとかは全然違いますね。果たして本当に入国できるのか、そしてちょっと帰れるか。やっぱ荷物ホテルに置いてきちゃったんで心配で仕方ないです。まあ行ってみるしかないです。今無事に国境を渡れて、でベトナムの入境手続きを済ませてラオカイに来ました。こんな簡単でいいのっていう感じなんですけど、まあとりあえず入れたんで夜飯食べたりとか、ちょっとラオカイを、本当は明日不要不要。好吗？たくさんタクシーの勧誘が来ますね。ただプラプラしたいだけなんで。で、まあちょっととりあえず適当に回ろうかな。ただベトナムのお金がないんですよね。それだけなんとかできる。换钱是吧？换贵姓也可以现金。嗯？现金啊？现金。100块能换到多少钱？100块啊？嗯。好。啊，你说1人民币是353人是吧？啊，好的好的。等一下，看一下。一人民元が3530トン。ちょっと安いのか高いのかわかんないんで、とりあえずちょっと見て回ってからまた決めようかなと思います。まあ、ただ国境沿いにいるって考えると多分高めになんか取ってるんじゃないかっていう悪い予感がしてならないので、違うところで交換かな。
あ、谢谢啊。ラオカイの市街地はまたこの橋をさらに渡った先ということで結構めんどくさい行動になってますね。こうぐるっとなんか川があっちがもう中国ですね。あそこさっき渡ってきたところが見えます。よく見ると全然違いますね。こっちがベトナムか。建物の高さが違いますよね。なんだかmấy hôm nữa về mùa hè đây đi du lịch nhiều tối nó ăn than nhiềuいろんな草が入ってますけど、なんかよくわかんないですね。でもワインに絞ればとりあえずうまい。めちゃめちゃ健康になってそうです。なんとか無事ベトナムは出国できて、今再び中国に入ろうとしてます。ここどうやらまあ23時ぐらいまでやってるみたいなので、結構まあ早く閉まったらどうしようかって考えちゃいましたけど大丈夫でしたね。さあ無事に中国入れるかがまあ心配です。まあビザなしなんで多分大丈夫だとは思うんですけど、普通に中国再び入国できました。全然なんか、まあ、ただあれですね、持って行ってたフルーツと、あと昼間に食べた蒸し、まあ、肉類となんか野菜類かながダメみたいで没収されちゃいました。まあ、また明日ラオカイの方行くんで、まあその時にまた受け取りということで、まあ仕方ないですね。じゃあこれからちょっと宿に戻ります。いやー、ここら辺結構楽しかったですね。まあなんか爪が痛かったりとか、背中踏まれるのめっちゃ痛かったりとか、まあいろいろ小さい何か嫌なことはあったんですけど、まあでもサービスでもろもろ含めて40元っていうのはまあかなり安いと思いますね。まあ結果髪サラサラになったし、めちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。川口に来たらぜひ皆さん、一度試してください。